皆さん、こんにちは。三浦陸大全、パート10です。苦しい時期ほど強くなった。学業と精神力、そして再起。前回は、三浦陸選手を何度も苦しめた左肩の脱臼、亜脱臼、そしてそこからの再起を見てきました。今回は、その苦しい時間と並行して続いていた、もう一つの大きなテーマ、学業との両立、そして精神的な成長をたどります。トップ選手の物語は、どうしても勝敗や怪我の話に偏りがちです。でも、三浦陸選手の強さは、それだけでは語りきれません。彼女はカナダを拠点に競技を続けながら、中京大学で学び、競技と学業を両立させてきました。しかもその過程で、結果を求めすぎて苦しくなった時期もあったと、自分の言葉で振り返っています。ここが大事なんです。順調な時に強いのではなく、苦しい時に自分を立て直せるかどうか。三浦陸選手は、その力をこの時期に大きく伸ばしていきました。今回の見どころは、カナダ拠点と大学生活を両立した三浦陸さんの努力。結果を求めすぎて苦しかった時期のリアル。木原龍一さんの怪我をきっかけに見えたもの。競技だけではない時間がオリンピックへどうつながったのか。それでは、お好きな飲み物でも片手に7分間の物語、ゆったりとご覧ください。第1章。世界一の選手でありながら学生でもあった。三浦陸選手は木原龍一さんや浅田真央さんと同じ中京大学で学びながら競技を続けてきました。学部も木原龍一さんと同じスポーツ科学部です。カナダを拠点とする生活と日本での学業。この両立がどれだけ大変かは想像に難くありません。トップアスリートはそれだけで毎日がギリギリです。体調管理、練習、移動、試合、リハビリ。そこに大学での学びまで重ねる。簡単にできることではありません。それでも三浦選手は、競技だけに閉じるのではなく、学ぶことも大事にしてきました。大学では、運動スポーツ生理学やスポーツ栄養学など、競技にも深く関わる分野を学んだと語っています。つまり学業は、単なる、両立の証ではなく、競技人生そのものにもつながる時間だったんです。第2章、結果を求めすぎて、少し苦しくなっていた。2025年に中京大学を表敬訪問した際、三浦選手はシーズン前半について、結果を求めすぎていたため、少し苦しい時期もあったと振り返っています。この言葉は、とても重いです。世界一を経験した選手は、周囲からも期待されますし、自分でも高い基準を持つようになります。勝って当然。結果を出して当然。そういう空気の中で戦うことになる。そこで少しでも歯車がずれると、技術だけではなく、心も苦しくなってきます。三浦陸選手は、その苦しさを隠して何もなかったことにはしませんでした。むしろ正直に見つめている。ここに、彼女の成熟を感じます。自分の状態を認めることは、弱さではなく、立て直しの第一歩だからです。第3章。木原選手の怪我が逆に見せてくれたもの。三浦選手は2024-25シーズンに木原龍一選手が怪我で苦しんだ時期をきっかけに競技と学業にしっかり向き合うことができ、精神力が向上したとも語っています。この言葉は非常に象徴的です。パートナーの怪我はペアにとって大きな出来事です。一人で完結しない競技だからこそ、相手の状態がそのまま自分の時間にも影響します。ですが三浦選手は、その時間をただ焦って過ごすのではなく、自分を見つめる機会に変えていきました。競技が思うように進まないとき、何をするか。そこで腐らず、学びや準備に目を向けられるか。三浦陸選手は、その選択ができる選手だったのです。第4章。両立が結果的に心を強くした。中京大学の関係者は、三浦選手が日本に帰ってきた際、
教授や仲間とのコミュニケーションをしっかりとっていたと語っています。その人間力がペアの信頼関係にもつながっているのではないかと、これはとても興味深い視点です。競技だけに閉じず、人と関わり、学び、別の視点を持つこと。そうした時間が、かえってペアという信頼の競技で生きていく。三浦璃来選手の魅力は、ただストイックなだけではないところです。柔らかく、周囲との関係を大事にしながら、それでも芯を失わない。このバランスは、学業との両立を通して、さらに磨かれていったのかもしれません。第5章、卒業。そして、自分たちらしく、滑れるようになった。三浦選手は、2025年3月に、中京大学を卒業しました。三浦選手は、ボストンで開催された世界選手権に出場していたため、式当日は出席できなかったものの、その翌月、4月29日に大学を訪れ、学長から直接卒業証書と学位を受け取り、笑顔を見せています。さらに、在学中の競技成績が評価され、卒業時には、創立者賞も授与されています。そしてこの頃、全日本選手権後に気持ちを立て直すことができ、シーズン後半には自分たちらしく滑ることができたとも振り返っています。この一言がとても大きい。結果を求めすぎて苦しかった時期を通り、怪我や思うように進まない時間も経験し、学業との両立もやりきった。その上で自分たちらしくに戻ってこられた。それは単なる復調ではなく、人としての成長でもあったはずです。次回の予告。今回は、三浦璃来選手の学業との両立、苦しい時期の心の揺れ、そしてそこからの精神的な成長を見てきました。この章を知ると、彼女がただ技術的に強いだけではなく、内面から強くなってきた選手だと、よくわかります。次回は、その三浦璃来選手を支えてきた人たち、家族の支え編。20年間ありがとう。送迎、お弁当、金銭面、存在そのものの大きさまで含めた家庭の視点を主軸に見ていきます。りくちゃんの土台は、家庭でどう育ったか。金メダルは、一人では取れません。りくちゃんの周りには、どんな支えがあったのか。ここを知ると、物語がさらに深くなります。ぜひ次回もご覧ください。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になっていたら嬉しいです。明日もほっこりした一日になりますように。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますのでぜひお願いいたします。また、メンバーシップでは一般公開前の先行視聴や月1のラッキーカラー占いなどの特典もご用意しています。よかったら、リクリューとともに、このチャンネルも応援いただけると嬉しいです。サンサンタイムズでした。